皆さんこんにちは。前回は五葉松の冬の手入れについて動画をアップしましたけれども、今回は今の季節柄春の手入れについてご紹介したいと思います。黒松同様、この時期は五葉松の緑がどんどん伸びてくる季節です。視聴者の方から五葉松の手入れも黒松と同じようにすればよいのかというご質問がありましたけれども、五葉松の場合は黒松とはまた違う手入れの仕方をします。緑摘みだけの作業というわけにはいきません。五葉松は根が細かいですから、今以上に芽数を増やさないようにしていく工夫が必要です。芽数が増えて枝先が密集すると中に日が入らなくなり、枯れ枝が増えます。また枝先だけの手入れを繰り返していると、中の方にあった小枝が光合成をするのに不要と判断されて枯れてしまいます。木質化してしまった小枝からはもう芽が吹きませんので、そうならないうちに上部を強く切り戻して中に芽を吹かせるということが大事です。こちらのお宅は今まで他の植木屋さんが入ってきたものを最近引き継いだので、春の手入れは今回が初めてです。人がやっていたものを引き継ぐのは最初はとてもやりにくいものです。枯れ枝からはもう絶対に芽は出ませんから、とりあえずこの枯れ枝を処理していくところから始めるしかありません。幾度か手が入らなかった年もあるようで、枝先もかなり間延びしているようです。かろうじてところどころに中枝がありますので、この小さな枝を大事にして作り直していきましょう。間延びした枝を切り戻すのに、このように枝の途中で当たっている芽はとても大事です。このように長く伸びた枝も脇枝さえあればコンパクトに切り戻すことができます。黒松の春の手入れなら、このように真ん中の強い緑を付け根で摘み取って、両脇に残った芽先をちょっとかくというような作業で済みますけれども、五葉松の場合はこの一段下にあるこのような小さな脇枝に切り戻す作業をします。それでは木の頭の方からやっていきます。早速枯れ葉、枯れ枝が出てきます。めんどくさいですが、きちんと枯れ枝を取っていきましょう。緑は無視して、その下の脇芽まで切り戻していきます。こういう枯れ枝が結構あります。私は昔の親方のように松をするのに手袋なんかするなとは言いません。最近のグローブの性能の良さは認めています。素手でもグローブでも早くてきれいにできる方を選択すれば良いのです。とりあえず最初は見やすいように素手でやります。手で触れた時にビローンとした感触のある枝は出どころを探ります。隣の枝から越境してきている間延び枝です。できるだけ深いところで切り戻します。た
玉の厚みを薄くすることもできますし、切り戻しによって小枝が透かされるので中に火が入るようになります。これもあらぬ方向から来ている無駄枝です。いわゆる見取り摘みの作業はほとんどしていないことがわかると思います。下の段の枝にこのようにシートをかけておくと、上の枝を手入れしたゴミが下の枝に引っかからず、下の段をやるときに楽です。枝先にばかり気を取られず、中の方にも目を向けて、無駄枝があったらすかさず取りましょう。目先を詰めた後にまだちょっと濃いなと思ったら古葉を軽くむしり取ります。黒松で行うもみ上げのような作業は必要ありません。少しパランとした枝でもあまり大事にしすぎて放置するよりも目先を摘んでやった方がそれが刺激となって他の芽が芽吹くことがあります。とは言っても下の方の枝は上の方の枝に比べると樹勢が劣りますから少し加減してやります。同じ松とは言っても
五葉松と黒松では少し手入れの仕方が違うということは分かっていただけたでしょうか。木にも個性がありますし、植わっている環境によってもいろいろな枝の出方をしています。次回はまた別の環境での五葉松についても説明したいと思っています。いずれにしても五葉松は枝が細かいので手入れには時間を要します。今回の木は高さ 2.5 メーターぐらいで、時間は3時間半ぐらいかかりました。一つ一つの玉の中は少し残念な部分もありますが、骨格はとても良い木だと思います。今後はきちんと手をかけてあげたいと思います。ご視聴ありがとうございました。